これは分かったの。これ何？Suma cinse Fare do mi fare do mi もう中学生と茂雄とぶつかってスマチンセール安い激突バトル見てるファレドミファレドミダダダダダダダタタ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 タン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 タタ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 
タタ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 。いいね。綺麗だな。黄色、青、ピンク、グレー。時々雷よ。一周ねや。これ階段に置いてある食料。外だけだから。風吹いてる時に危ないからマジメガネかけてる人とか気をつけて、メガネかけてやったらいいよ。これ風来た時に浮くんですよ、これが。さっき上手にいってコンボ決めたら私にっていうビヤーンっていうさ、お化け入ってさ、入道系画面傷ついてないか無理しないでねって。でグラウンディングセンタリングあるでしょ。縦伸びのヨヨヨヨってあるじゃん。あれに近い音で風吹いて雷あるぐらいの音でこうやってやってると首が伸びるタイプね。今だったでしょ。ちょっとひっくり返ってとりあえず歩いてて出せる音でペコンペコンってしてきてヨヨンって歩く振動とポッ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 ってやつ。どこがグラウンドなんだろうっていう軽いタッチがあって、ここから傘が上がり始めるんですが、全然ね、他のいろんな人がチャレンジしてるのと、傘にまつわる竜みたいな音ね、お化けとか何々ってやってるんで、風と呼吸を合わせる体のゆり、あとキツネさんのやつね、こういう風を読みましょうっていう現在の風に沿ってやってると出てくる現在地っていうグラウンディング多数のぽよっていう、私頭の上にヨダが持ってるじゃん。こんな感じで伸び上がりっていう音、あと入道って言われてる音何ってよく来るんですが、私もなんだろうって言ってたんですよ。ニューって体から蛇や竜やこ
こから鳥がバーンって出てきてこうやってやったりとか、そういう、あと帽子かぶってて3つって言って歩くの普段なんですけど、そういうターンね、こんな感じでこういう音ね、バンバンバンって風があって、おっとっとっていうほにゃほにゃっていう音が入ってくるを学んでると、自分じゃねえっていうぐらいの一体感でオーバーソウルで両立して動くことができて、ストンっていう風にやるターン、フレーズがねゲットできることが多々あります。ちっちゃい時にハズくんに少し披露したんですけど、危ない代わりにものすごいレベル高い面白いやつゲットできるから、こればっかりはメガネに感謝だぜって言ったことが、お宅が荷物多いからよく折りたたみに行くんじゃないですか。よかったらどうしようかなって。やっぱね、歩いてる方がいいですよ。歩いてる方がいいですよ。長田くんの「蝶」って書いてある部分あるじゃん、うちのスポット。あそこでめっちゃ入りやすくて面白いやつ。ゾーンによって変わるでしょ。何が来るかわからんから。あと喜び出すと傘こうやってこうやってしてるんでおうおうおうって一人でやるはめにもなりますけど、よかったらあと手をお化けにしとくといいか。このそう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 、入っちゃったっていう、これ楽しい、かわいいかわいいって、そうそうそう、入る時あるんですよ、こうやって。これこうイコイコしてやると面白いですよ。どの辺かなって。ラーメンみたいなのと特訓中ですので久しぶりです。これでむやみにしないことね。手首のスナップでこれが気持ちいいんだぜっていう、100点っていううなりを100点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 80点90点100点100点っていうイメージで浮かんだ順でねやろうとすると事故るんです。目にガッてきたりとかしかねないんで、すっごい勉強になると思います。特に猿いいなって思うラインが人のひらめきでもとりあえず浮かんだから手つけてみる感じで、つけてみたら誰かの完成のポイントだったとしても自分のプロットとしてチラ見しながら知らずにここら辺の塊で動いてっちゃうとかね、集め方がおかしい人、飛びがおかしい人、あとミシンみたいなタイプもちょっと変なことしてみようかなって思うと嫌気かけるじゃないですか。たくさん開くんで、あと目の周りに風とかなんか来るなっていう、その危険だなっていうパワーと雷と雨とそういう異質な状態ですね。別に雨だけでもいいんですけど、別に雨じゃなくてもいいんですけど、やってみるっていうモードですね。こういう音とか異常でしょ今日はやってみるぜっていう、どうしようかなって、俺今こんなことやってんだぜっていうやつね、後でチェックしてもいいでしょうよ。ちょっと学芸会に罰ゲームでとかカラオケでとかなんかこう考えながらさ、お化けやることになったとかさ、何でもいいんだけど、ハロウィンの見せ物で頼まれるかもしれないとかさ、はい、こんな感じで今雷が鳴ってて分かってることだろうって思ったんですけど、一応ざっと喋りますね。雷今ここでバリバリバーンドドドンっていう音だよねって思って削ったんですよ。今みたいなところ今だっていう音がここに見えて、で一生懸命抜いて冷気通したんですけどパーンってなるように、今本当は鳴らしたかったでしょとか、ここでゴロゴロゴロバーンだったんでしょって
言ったら本当はそうだったので嬉しくてファーって飛び上がっていくブエルとサイカチの魂が見えました。で説明しますね。ブーっていうチャックを動かすような急ブレーキをかけた時のブーイってやつ、ファスナーみたいな音、グーってやつ、ブーって音ね、あれ本当はブエルのすごい音なのに、今持て余した人たち回してもらって掴んどいて、これってダメだよねっていう風にしか使えてない人たちが持て余してこの状態でぐちゃぐちゃになってます。中途半端なハリウッドっぽいやつで、映画の予告などで例えばですね、コアラが劇場のオーナーでやってるディズニーっぽいやつ、ピクサーかな、 CG のアニメ、あれでも使われていましたし、予告で使うやつですね、山ちゃんが声入れてそうな感じです。で、あれ今出番じゃなかった、なんたらかんたらっていう風にカットが入るやつです。キュッキュッってエンジンかけてシャンガシャンガシャンガシャンって言って、でなんだこれじゃなかったのか、あーとか、そういう演出によく使われています。ピューキューってやつ、ファスナーのあれはあまりにもすごすぎるとみんなが大混乱して爆発してしまうんです。そして喜ばれるものでもありますし、すごいやつちょうだいというふうにジェットコースター欲しいぐらいの話で過激派が寄ってくるものでもあります。ゲゲゲの鬼太郎のネズミ男に死刑だっていうアニメありましたよね。あの作品でバコーンドジャーンピーっていう風にやってるやつがありました。珍しいんですけど、あんな感じの最高極限というそのパワー電気の瞬間のエフェクトですね。ここなんですよ。でこの部分の原点が雷がブエルなんです。で、ちょっとねっていう風に使っているせいで、そのつんざきのものすごい音があれねというところで滞ってよどんで怒りになってうまく回っていないので、すぐにコアラの映画だとか辺の演出でもうこの辺目処出そうねみたいな、こんな感じのやつでやっぱり嫌だよねこの辺の臭いやつという風にね、何回も何回も流すのをやめてください。もうこの作戦を取るのをやめてくださいね。謝ってブエルにちゃんと返してください。マウイはありがとうっていう You're welcome のやつ、これがどこまでいけるかなっていうのも考えて懸念してやってくれてます。太陽を縄で捕まえて、で昼を長くしてもらっただとか、うなぎ捕まえて埋めたらココナッツが生えてきたよって歌ってるでしょね。ああいう命のおじさんのダフンダプーみたいなものすごい音を借りて使わせていただいてることにちゃんと感謝してください。本当はこの説明に時間を割くつもりはなかったんですけど、お願いだから取ってくださいって言われました。これでまず入る。これで入る。違うやつだってわかるでしょ。ってやったやつ。
っていうヤンキーの目ですわ。このぐらいのやつ入ってるわけ。このぐらいで見ると、こういう人とか、っていう音とか、っていう音に、いちいち、いいわ、いいわ、いいわってバカ飛びしてるやつがわかる。ネズミ男いいなだとか、さっきまで歌ってたのに、ひょいって、もう歌ってないもんねって歩いていく感じだとか、全部ね、ふーんって見れる。こういう技使ってんだなって。それもあるけどね、こっちとこっちとの兼ね合いでちゃんとできるかどうかって。いや、ちょっと教えてって言われて、私もそれどころじゃないのでヤンキーと私が前にも同じこと言ったんですが、たどり着いたってやつですね。必死で頑張ってたらたどり着いたんだよってやつで、今振り返ってますそうこの枕目アクセサリー新装版です。でこれとしょうがないのでこれも使ってます。意味がわからん説明があって、インターネットも参照することがありますが、こっちに上手に書いてある欄があるのでですね、本結びがわからんとか、裏巻き結びってなんやねんとか、そういうぶっ飛びがたまにある本です。はい、でこれなんですけど、ここに最終的に飛び出る紐が表裏芯ですよね、ここのやつで、こいつを裏斜め巻き結びで結びます。裏斜め巻き結びはこいつです。このフレーム編みのここですね、芯を出して、でその芯にくぐらせた、で今こっちの紐が芯なんだなってやつにくるんって巻きついたやつは芯じゃねえんだっていうさ、ここら辺のターンですね。はい、これが今芯なんだ、まっすぐだからってやつで、まっすぐだからにもう一回こいつが絡みつきました。こいつが芯なんだなっていう状態です。でまだ芯に向かってこいつが絡みつきます。絡まります。これがおじさんたちがやる技法なので、思考ってこうなんだなって思いました。でこれギュッて絞ると裏斜め巻き結びになります。しれっと枠に沿う感じで結構ちょうどいいです。だからこういう節目がある中にキュッて丸みがあって、うまいことフレーム作ってくれます。こいつをですね、こんな風にしたくないじゃないですか。ちょっとね止めたいんだってなった時に1個目が失敗したんですよ。1個目ね、順番前後しちゃってすまんの。まとめれるといいんだけど、もうわけわからなくなっちゃって焦がすし、焦がさないように先に練習しとくといいと思う。あとこういうの用意して、切った瞬間のここの端っこがねふさってなって、あーって結んだのにほどけちゃうやつね。で今病気のヤンキーと不良とヤンキーと子供、あと一部オタクヤンキーが怒ってます。絡みつくことが平気なおじさんおばさんに抑えてもらえないかなって思って、今このぐらい経験がどのっていうここら辺ですね、怒ってるんですよ。私震えて切れてて、絡みつくの得意な感じ、ルーティン慣れの人が当たり前だろってまだ喋ってるんですよ、ここまで言っても。だからやめてくんないかなって、いっぱい気をつけてほしい。当たり前じゃねえからそんなだーってなっちゃうし。はいはい、振り出しに戻ります。はい、結び紐こことここね
でこうやってピヨって出たやつをそれぞれさっきのやつ見て裏斜め巻き結びねって言って出すわけだよ。でひっくり返してでこっちが芯にしてこうやってこうだなってやるんだね。裏斜め巻き結びね。そしたらそれぞれこのフレームに沿ったコブができた結び目ができます。はい、これとこれできました。で怖いのでこういう本物のやつを買ってもねこっち系ね緩むんで、こういうので保護してやってください。はい、もちろん紐から作ることもできますけど、アイロンとかでねこの辺ゴシゴシすりゃいいんじゃないですか。でこれでほつれ止めも安全にやっておきます。で芯紐がここから出てるんですね。ピヨって。こいつを一回ほどいたらいいんじゃねえのかって言われました。死にそうなんですけど、今怒らなくていいんだよって言われますが、私腹立つんですよ。はい、ちょっと意味わかりましたよ。はい、これなんですけど、このやり方だと結構大きいので、これだとねこのやり方でいけるのかもしれませんが、このような小さい指輪サイズでやろうとするとこんな感じでボコボコになります。でさっきぶつかったものなんですが、この教科書通りにやればいいでしょ、この教科書通りにやるんだよという言葉が出せないものが、ヤンキーと先絵がたどり着いたって言ってるこの形と、その先にある穴が大きい針に通して中でうまいことこいつがボコボコにならないように余白をうまく掴んでやろうぜっていう、その見立ても含んだやつね。たどり着いた、こうしたらいいんだっていう、ここら辺の部分についてさっていう、ここら辺ですよ。こういうやつです。教科書通りやる人が黙ってぶつかったんだと思います。教科書通りにやると2個ここにポコンポコンとコマができてしまうのでくっそ邪魔ですね。こいつを外します。今さっきできたやつはほどいたんです。一度本結びの順番についてもまたヒントになってるので少し話しますね。これです。こんな感じで芯紐の表と裏を裏巻き結びで結んだ後に真ん中を一生懸命通ってきたやつですね。この結び紐 A というものがここに通っていってこっちからも来ていますので、この両方の結び紐を本結びで結びます。すると真ん中にポコンと1個ちょうどよく挟まるので、このリングぐらい小さいやつだとそんなもんでちょうどいいです。あとはもう両端から出ているものを中で収まるように針かなんかで長めに取っといた方がいい理由ですよね。針、穴の大きい針か何かで中に通して上手にこれがボコボコにならないように始末します。でその始末する時も、こんな感じでシンプルにやっちまいたいですよね。もう結んだら端は焼き止めで始末、このぐらいやりたいですよね。安全になるように
こいつでほどけないようによくゴシゴシしてから2ミリ以内でパチンと切って、で上手に焦げないようにさらっとライターで炙りますが、まあ不安だったら焼きごてみたいにやる人もいるみたいですね。上手にやりましょう。取り返しつかないぐらいガタガタになることあるからね。練習してから焼き止めします。で、一度軽く焼き止めしたらもうなんか G ボンドとかでいいかな。体に大丈夫そうなやつ、コスプレイヤーが身につけているので、まあ大丈夫だろう。G ボンドぐらいでいいと思います。中止めて、でそこからですね。これは指輪にするつもりなんでこういうのをやるみたいなんですけど、とりあえず、こういう丸いやつで構成しようっていう人もいるじゃん。ね、でアーキ的な話をします。本結びって結局結ぶだけだろっていう大混乱がいつもあります。結べりゃいいっていう進み方してきた、あんまり教えてもらってない子たちが多いからです。命に関わることとして身に染みて覚えてるわけではないので、ちゃんと教えてもらいたかったですよね。授業になかったので怒ってましたよね。はい、こんな感じです。本結びはなんかこう上手にクロスが合わさってんだなっていうイメージです。子供が見てもそう思いますよね。気持ちいい。そっか、だからボコボコが均一なんだっていうイメージです。この印象なんですけれど、こっちとこっちが上手に均一だからこんな風にまとまるんだなというデコボコの綺麗な感じです。ボコボコっていう風にならない。で、左が上に重なってますね。もうちょっと上手にやってほしいな、これ。前に、はい、上から重ねました。で、左から重ねたやつをギュッて回しますね。左から重ねたやつを巻いてます。で、巻いた野郎をもう一回巻いてます。オスがやれみたいな感じです。これ感覚的に覚えようっていうのがお母さんと一緒みたいな話じゃん。ここが足りてねえって言ってんだって。これが上からかぶさったやつが巻いたんだから、お前が始末しろよっていう。お前だけ動けみたいな感じです。はい、本結びです。ここで結ぶのにすくってちょっとコマを増やしたのもあるので、若干大きめぐらいがいいかなと、中の膨らみを考えて、にこれが補強で増えた形になったのかな。で、今こんな感じです。一目減らしたいなぐらい、一目二目、シンクロはお菓子を勧められたり、近いところに物が来たりですね。追い立てられる形がありました。追い立てられた先で水が降ってきそうになりました。ここでやっとった。
うしたらよかったんだ、ここまでやってどうしろって言うんだって思った。目を数える大変だ。結構余ったな。ね、1個大きいし、そう